土井民子さん、当時20歳。爆心地から 0.7 キロにある広島逓信局で被爆しました。広島市役所のある大手町。被爆した翌日に家族と出会った土井さんは、10日ほどこの辺りで暮らし、終戦を迎えました。両親と3人の兄弟を失った土井さんは、原爆症に苦しむ家族の姿が脳裏に焼き付いて離れません。病院はもう縁は消えませんね。疲れてもう少々のことですぐ疲れてね、今頃でもじゃあ疲れが治るドリンク飲んだりね、もう疲れはもう治りませんでしょうね。だから今病院へは整形外科と内科と通うとるんです。だから1週間は金曜日だけ空いとるんですよ。あとはみんな病院にだから今日金曜日でしょ。今日が空いてるんですよ。今日はだからどこも内科も整形外科も行かないんですよ。また日にやられたり雨にやられたら頭いかれます。平和公園で修学旅行生で証言したことがあるんですよね。証言で5、6遍出とるんですけどね、平和公園でのバスの中で一台のバスでね、観光バスね、それマイク持ってね証言したんですよ。ほいて原爆の中を平和公園の中を自戦自由ですか、そこを私が担当でねそれを説明したんですよ。じゃったらその晩からもう寝ついてね起きられんのです。疲れてで近所の病院行ったらこりゃあね起きたらいけんってね、娘が2、3日休んでくれました。いまだにそうなんですよ。疲れて原爆をした時には広島逓信局の貯蓄部貯金課調査係の4階です。4階で会いました。そしてすぐ下に降りて逓信病院がへりにありますから、で行った結局ここを怪我しておりますから血まぶれですね。だからすぐ下へ降りて病院へ行こう思ってね、じゃあ病院の院長先生がやられてるって結局は行かれんから、そこでちょっと立ち止まっとったんです。一応ダダンと4階まで一応下まで降りてどうしようかって思うても、お母様がこの辺ですからね、家が実家がこの辺ですからすぐ帰ろう思ったんですけど、途中で帰ってくれません。今火の海じゃから今とってもどうもならんっておじさんみたいな人が言われました。あんたどこ行くんね今私はお母さんのとこへ帰りますって大手町7丁目、そりゃ今行かれやせんですって、今焼け野原で今焼けおりますからって。ほいで今度は船艇出まして、白島から船艇はすぐですからね、そこで海へ落ちて泳いで渡って双葉の山へ今度は逃げました。おばさんおじさんやなんかもう船艇の海の川のところの岸ですね、今岸でしょ、出家ですね、あれいっぱいおりました人が。これでよその男の子が土塀みたいなの持ってきて浮かばして自分のお母さんを助けよう思うてね、泳いでないんでしょうね。私はまあちょっとぐらいは泳げるので泳いで渡ったんですが、そこはもう人がいっぱいおりました。だからその男の子はそれをこうやってお母さんのところに岸へ持ってくるんじゃから、もういっぱい海にも人がいっぱいおりました、川にも。でそれ人が触るでしょう、泳がれんけんそれ持ってくるから触ったらいけんってもう中学生の男の子でしたよ。それは私もちょっとこう座りかけたんですけどね、それ座ったらいけん、これお母ちゃんを助けるんじゃからってね、
泳いで男の子がその土塀を持って行きおりました岸へ。それで人は黒山でたくさんおりましたよ、山上がった時も。私らはその一人ですからね、上がって。それでありゃどうなっとるんかね思って端っこの方へこうやって見たら火の海です、下が。こりゃもうここまで逃げたんじゃからね、もうお母さんお父さんどうしとるかしら、もう家はよ帰らないお母さんもどうしとるん、まあ、心配でたまらんから降りて一応また定心橋変えて上がってみて、あこりゃもうダメじゃわ思って。どこ行ってもダメですからね、もう火の山で火の海ですから。じゃけどまあどうしとなんならここで泊まらんにゃしようがないわ思って寝ました。そこでもう土曜に連単がわからんです。車庫でね、自動車の車庫でいよいよ停信局がこう L の形にあったら、そのヘリに今のやっぱり郵政の車庫は今まだありますね。そこのところでまあ転げて何したか座っとったと思いますよ。まあまともには寝てませんがね。明るくなったから今度家に探して帰らんと、お母さんお父さん子供がみんなおりますからね。私が21歳の時会いましたから。でお母さんここでしょ、だから歩いて軌道を通らんにゃ分かりませんからね。焼け野原で全然目印がないので、軌道を通ってこの辺に来た時にお父さんに出会いました。途中でまあ娘さんみたいな人とは出くわしてね、お姉さん私はどこどこだからお母さんを連れてきてちょうだい言うて私によその娘さんが言いましたよ。あ私はお母さん探すのにねそれどころじゃないからってね、身振りしてすぐ出ました。それも神谷町あたりじゃないですかね。私に声をかけました声をかけましたがね、私はそれどころじゃない、今お母さんお父さんどこにおるかわからんからね言うて逃げて、朝の図書館知ってますか、あこの中にも入ってみました。その途中にお父さんお母さんに会う前にじゃったらみんな頭を電車道の方へ向けてみんな転げてみましたね。朝の図書館も中真っ黒けですからね、あこの中にも私入ってみました。お父さんもしもしたらここにおりゃせんかなと思って朝の図書館も入ってみましたし、じゃったらおりませんし、じゃからお父さんとお母さんと会った時にはこの辺で会うたと思いますね。民子よかったのってお父さんが言うて、で私は私でお母さんどこいるのって言うたら公会堂、ちょうど市役所の隣が大きな公会堂で結婚式用なんかそこでしよりました。昔ね自動車が横付けについて、でそこの結局ドブですね、亀がおるとこなんです。そこへお母さんらはここまで使って日が来るしね、ドブの中でここまですがっとった言うて、それでお母さんは生きたわけね、お父さんとお母さんと。それで男の子と女の子と4人ですか、私ども5人でそこの公会堂で会いまして「お民ちゃんよかったね」言ってね、私は助かって、今度はお母さんと合生活なんです。会うたらねお父さんが市役所から罹災証明をもろうておにぎりの配給なんです。市役所から援助ね、それを朝昼晩1人が2個ずつ。私はそうじゃないね、具合が悪いしもう赤やら黄やら下痢してその辺にするんです。死体はその辺にあるし臭いしね、まあその時のちぎし歌んじゃないですからね、何度にしよったかなと思って今じゃ分からんのですけど、大下痢で赤やら黄色やらそれ5のヘリでするんですよ。民子はよくえよこれ食うとらんにゃ元気が出やせん、なかなか元気にならんから言って、でも具合が悪いけお母さんお父さんは私はいらんよって食べられんのですよ、握り飯が。どんな握り飯やったらまあ
ほとんどこのぐらい一応は見たことは見たけど食べられませんね。具合が悪いから自分が。周りはいよいよ真っ黒けで何にもありません。ただ壕だけ、壕でも地下ですからね、地下へ掘ってありましたから、これでいよいよ座るとこだけですから寝られませんからね。5人も近所の人もちょっとおったと思いますよ、23人で。私らが5人そこでとっても壕の中じゃ寝られませんからね。でお父さんが昔大学生が引き回しみとの大学生がね引き回しで真っ黒いの、それを1枚どっかから下げてきたんじゃそうな、下がっとった言うて家から、よその家から。ほんでそれでここでそれをかけて寝よったんですよ、5人が。他の方々はどうしてたかご記憶ないですか？一番上の男の子は結局は住吉橋の上で昔エヴァのおばさん言うて結局は野菜を売りに来よったんです、私方へ。そのおばさんと出会うたそうな。出会うてから僕は青木茂じゃが言うたら「おおじゃあわし方へ来い」ってエヴァへ連れて行かれちゃったんじゃそうな。エヴァで処置してもろうて大やけどしとったそうですよ。後からそれは聞くんです。何にも着るものないから、じゃあそこのエヴァのおばさんとこ行って衣類をもろてきました。ズボンやら畝やなんかを。でそれを着ましたね。その下の子は下敷きになったのを出してもろうたんですよね。お母ちゃんおいでお母ちゃんおいでって2人が下敷きになった。裾の一番2人が男と女の子とあれが下敷きになって、女の子が大きいんですよ。4つと7つでしたか。その4つの子は下敷きのまま用出されんかったんです。でその7つの子は出してもらってここを切った子だからこんなに切ってます。家の出してもらった時に切れたんでしょうね。ここが10センチぐらい切れとりましたね。お母ちゃんありがとうって拝んだ言うてお母さんに向かってね。私はそのことは後から親から聞きましたからね。高校で松子千代子いうのは出してもらってお母ちゃんありがとうって拝んだよってね。出してもらって嬉しかったんでしょう。それでもう一人の男の子一番下の4つの子はだから下敷きのままお母さんとお父さんとその男の子はあれで出そう思っても出されんのですよ。そうついそこへ火が回ってきおるんじゃそうな。ほいでその子はもう犠牲にしてねわしらでよいとお父さんとお母さんと男の子と女の子引き出した子と4人がほじゃから出てね、ここでずっと2週間暮らして、今度はおばあさんが私のお母さんのお母さんが宇品におるんです。それが迎えに来ました。お母さんにとしたら娘ですからね、私は孫ですが結局迎えに来て「わいらここにおってみんな死んでしまう」言っておばあさんが「おいじゃあ帰ろうか」言っておばあさん方の大きな家ですからね、今度はその20日頃までここに寝起きして、で毎晩ここでじゃあねじゃあこうやってねしよって、21日頃におばあさんがわし方へこう言うて迎えに来てくれて、で今度はそこで生活するんです。お父さん10月の1日に死にました。でお父さんお母さんと私が残ったんですよ最後にはね。でそのお母さんも26年に死にましたから、それまでそこの宇品の家から掃除に今で言えば日雇いですか、その日賃金もろうて、でお母さんと2人で生活して、で26年にお母さんは結局は栄養不良みたいな原爆で死にました。その死ぬのも結局その辺の畑で親戚の者が焼いてくれましたからね、公正感はありませんし、連れて出た子も結局は9月26日8月の26日9月の11日お父さんが10月の1日に死んだのを皆近所の畑で宇品の焼いてます。ここにね5人おる時には
髪の毛は抜けてなかったですかね。向こうへ行って抜けましたね。私はあんまりお母さんみたいには抜けてないんです。近いとこで会うとるんですけど、街中を歩いてここ来てるんですけどね。お父様はどのようにしてお亡くなりになったんですか？お父さんは結局はあっちで3人が10月1日まで3人が暮らしますよね。お父さんと私が真ん中入ってその3人で寝よって10月までは10月1日まで1日にお父さんが死んでから「お母さんお父さんがおかしいよ」言うて「ああこれダメじゃわ」具合が悪かったんでしょうね。痩せて足がここの足があれでよう歩くんかしらん思ってね。トイレ行っちゃ私家におりますからね、トイレ行くのも姿見てまああれでよう生きてるね。結局はそれも10月の1日に死にました。なんか症状はあったんですか？あれも下痢じゃないですか。下痢でものすごい下痢でね。で一番下から2番目ね、お父さんとお母さんが出てその次に出た子は口に斑点が出ました。ここに今でや口内炎のこんなこう気が出てるでしょ。ここに出てね、それがほでけ小前順から死にました。2人子供がおったの一番小さいのが8月の26日に大下痢で死んで、そこでね宇治内へ帰って死にましたからね。ここは8月の20日頃までおって向こうへ帰って広島でおって、私今一人残ってるんです。それでまあ今こう証言とか要するに、はい、なさってるという話だったんですが、それを証言をなさろうと思われるきっかけになったのは何だったんでしょう？ですね、原爆病院に世話するどういうんですワーカー言うんですか。あの人に結局この指の手術したから移植しとるんですよ。ここの骨をここに持ってきてこう入れてあるんですよね。それを41年にして今度は60年にして、その時にその若林さんでその人が原爆の手続きをする人に出ようって「土井さんそんなあんたを会うとるんならね証言してみんかい」って言われたんですよ。その若い人に私が。それで結局はこれは認定ならんのです。その若林さんいう人に計画あれで証言をし始めて5編か6編しました。やっぱり自分も悲惨の目に遭うとるし、で兄弟もそんなこう下敷きにしたままお母さんお父さん逃げてるし、一応しようかなと言われた時には思いました。そういう時に必ずこれだけは言ってることってなります？子供が下敷きになってお母ちゃんありがとうって拝んだことと、下敷きになってこの子は犠牲にして出ようってお父さんとお母さんが言うたこと、それを伝えたいために、それでお母さんが結局は余計子供を死なしとるでしょ。だから ABCC が迎えに来た時にはヤンキーがやかましい子供わしの子供殺しやがってからいうのが頭にまだ残ってるんです。それを、伝えたい言うんですか。あんまりかわいそうで子供お母さんにしろね、自分がもし自分の娘がそんなかったらね、伝えたかったわけ。一つもそれありました。